皆さんこんにちは、ブラックシップスの達也です。こんにちは、コーチの平岡です。今日は第3回目のプロに教わるウェイトリフティングということで、今日も、平岡コーチに、ウェイトリフティングを教えていただきたいと思います。今日は加賀君が130キロ到達できるように、クリアンドジャークの種目、今日種目で、一応フロントスクワットをめっちゃ神々だフロントスクワットをやりたいと思います。クリアンドジャークの、後半においてですね、キャッチから、立ち上がってジャークっていうところにおいてはもう本当に重要な種目になるので、これはもう本当にやった方がいいです。ただ練習頻度としては普段クリアンドジャークをやり込んでいる人はもうそんなに頻度高くやらなくてもいいかなと思うんですけど、大事なんですけど、結構頸動脈近くをで与えたりするので、膨らみとかそのまま失神しちゃう人とかいるので、僕もフロントスクワットされてから目の前真っ白になってますとそれでもう後ろに倒れて、やっぱ一番危ない落とし方だと思います。その辺はすごい気をつけたいので、頻度としてはそんな多くないんですけど、すごい重要。これをしっかり取り入れて、130キロ目指して頑張ってもらいたいと思います。30キロ、到達できるように頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ギリギリの戦い、瀬戸際の攻防、数センチメーターアップはダウン一瞬で儚い。多くは語らないから瞬きの暇な。ちなみに130キロやるためには、フロントスクワットで150キロから160キロは、到達しておきたいなというところです。でバックスクワットにおいては、180ぐらいを目安にいきたいと思います。フロントスクワットは大体1割減っていう感じなので、160キロぐらいを目指してやれば安全に130キロ。フロントスクワットは正直僕トレーニングの頻度としては、バックスクワットに比べると全然やってない。ワンレップマックスの目標どれくらいか分かんない。2、3回でセット組んで、推定っていうところで、出していければいいかなと思って、バックスクワットを2、3回、2、3日やって1日フロントスクワット入れるみたいなぐらいの感じなので、そんなに焦らなくていいんだけど、しっかりやるときはしっかりやるという感じでいきましょう。お願いします。お願いします。フロントスクワット、僕ワンレップマックスがちょっと今どれくらいかわからないので、まずその計測からやっていきます。今から加賀君にちょっと最初やってもらうんですけど、今日は2レップで上げていきます。さっき言ったようにブラックアウトしちゃうとか結構あるので、一発立ってみて、いけそうなら2発目っていう感じで上げていって、で、1回立っていけそうになかったらもう戻して、それで推定何キロっていうのを測っていきましょう。はい。2RM で。はい、わかりました。じゃあ頑張ります。One more time, listen forever, remember the legend, he never gon' die, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, Just making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this fight is forever. No surrender, it's forever. You know this fight is forever. No surrender, it's forever. You know this fight is forever. I am the one that's140で一発やってみていいですか。 You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, the waits. Basically, I have been running things. You can just go on and take a seat. Yeah. Loving they hating me, put that on everything. Not on my level. You could be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA. Boom. というわけで、フロントスクワット、どこまで上げれるかっていうことで、途中でちょっとルール変えて、ワンレップで最後140キロ取りました。結構最後重くなってから、なんとか立ち上がることはできたんですけど、体幹が結構負けてましたね。こうグッと前に持っていかれちゃって、あと立ちくらみがしました。それはもう本当限界になると、誰もがそういう失敗の仕方をで、バランスよく鍛えてても、まずは体幹が負けて、立てなくなって、食い込みすぎてクラクラしたいっていうのは本当誰でも限界値近くなると来るので全然問題ないんだけど、注意点とかをちょっと説明して
今後重くなった時に意識しなきゃならないってところもあるので、その辺をちょっと解説しましょう。じゃあフロントスクワットなんですけど、もちろんですけどクリーン幅で持ちます。ただクリーン幅で持って肘が上がらない人っていうのはちょっと狭く持っても大丈夫です。で僕は実際狭く持ってました。実際クリーンの手幅は、親指でこう測った状態、フロントは結構狭く持ってました。クリーンと一緒でやっぱここに肩に乗るのが最低条件なので、必ずここに乗るようにしたいです。でストレッチですね、しっかりやって肩に乗るようにしましょう。で僕今肘が死んでるので硬いんですけど、ちゃんと肘が上がる位置、別にここから上に上げるわけではないので、もうキープしっかりできるように肘を上げます。で、フロントスクワットの一番危険なところですよね。失敗が多いのは、座って、立ち上がる時に重くて前に背中が負けてシャフトが前にこう落ちてしまうというところが失敗の原因とか、ちょっと危ないところになるので、これを防ぐためにもしっかり肘を上げると。で肘を上げて抵抗してあげるぐらいの感じで、肘を上げてさらに顎を上げて胸を、胸郭をこう開けるようにすると、こういう形です。通常の形よりちょっと肘を上げて顎も上げて胸郭も上げます。でどっちかって言ったら背中の方に力入れてちょっとこう吊り上げてあげるような感じで構えましょう。もうちょっと極端でも大丈夫です。でこのまま下ろしていきます。で、シャフトが前に落ちるのが一番良くないので、お尻はあんまり引かないです。ここ足と足の間、かかととかかとの間にまっすぐ股関節を、沈み込ませるイメージで、上半身なるべく立てたまま、今日口が回んないのでやばいこう下ろしていきますね。お尻引かないように、あんまり上半身角度ついちゃうと前に持ってかれて、さっき言ったように手首にもすごい負担かかるので肘も上がらなくなっちゃうので、こういう感じで立てましょう。胸も上げます。でこの時に体幹部ももちろんですけど、背中の方で、吊り上げてある感じですね。気持ちいい。で、そのまま、切り返して立つというのが基本です。こういうふうにとにかく前に行かないこと、胸が負けないことっていうのをまず重要視して、不意にこう前に倒れてしまった時はもう粘らないようにしましょう。スクワットして切り返しの時に前が負けてしまった時はそのまま落としてしまうのが一番いいです。曲げたままこう粘って立ってくると正直肋骨にすごい負担がかかりますね。肋間筋とかすごいそのままひびが入ってしまう恐れもあるので、ここはもう粘らないで。で一応補助も補助をすぐに取ってくれるのが一番いいんですけど、正直もうちゃんと落とせる環境っていうところでフロントやるのが一番。やっぱ補助の方にも結構危ないリスクがあるので、足に落としちゃったり不意に多分こう負けるので、そこはもう必ず落とせる環境でやります。で一番いいのがやっぱ負けないことですね。ここがもう一番大事なところですね、フロントスクワット。もう一つは、ベルトをしっかりしましょう。で体幹部、今言ったようにこう曲げてしまって背骨にやっぱ負担かかったりするので、その背骨を支える筋肉っていうのをしっかり圧迫していかなきゃいけない、腹圧かけて、保護しなきゃならないので、体幹を鍛える目的でベルトをしないとか、そういうのはあんまりフロントスクワットではそういうところはあんまり気にしないで、ちゃんと守るためにベルトしてあげるというのが大事だと思います。で、あと一つですね、切り替えの時ですね。フロントスクワット一番下まで座って切り返しの切り返し、ここからそのバウンドできる人は結構バウンドさせちゃうともうその跳ね返った勢いで立てるんですけど、このバウンド使う時にここでこう曲げやすいので、お尻が後ろにパッてこう引いてしまったりすると負けやすいので、ここであえて肘をさらにもう一段階上げますね。こういう動きですね。上げて切り返す。肘固めたまま切り返すとたまにこう負けてしまう。切り返す瞬間にパッと上げてあげると。で胸も上がるし、体も垂直に近くなるので、その瞬間に切り返して立ち上がるというのも一つのテクニックとして、
まあ練習少ししないといけないかもしれないですけど、例えばもうバウンスしてしまう人は絶対それをやった方がいいと思います。で、そもそも股関節がちょっと硬くて下まで座れない人はお尻が後ろにこう出始めたらもう切り返します。股関節足首の制限かかっている人はやっぱ一番下で止まった時にすごい前かがみになると思う。足首かかって硬い人は特にそうですけど、こうなってしまうとやっぱりすごい腕の力とか手首とかで支えるので、胸も巻きやすいので、こういう立ち方になってしまうと良くないので、必ず、適度な深さで胸が落ちそうになったらすぐに切り返すというところで安全にやっていきます。それで、トレーニングのタイミングとしては、バックスクワットがこう、バックスクワットは本当ウェイトリフティングのメインのトレーニングとしてやってほしいんですけど、2、3回続けたら疲労も溜まってくるし、でトレーニングってやっぱずっと同じ動きだとマンネリ化してしまうので、違うアプローチとしてしっかり足を鍛える目的、さらにはその体幹部とか、クリーンにつながるようなイメージでフロントスクワットを入れてください。なので、スクワットさっきも言いましたけど 2、3日やったらフロントスクワットを1日入れると。で僕らはだいたい週1か週2ぐらいは、フロントスクワットをやってて、でそのストレッチとか体幹部への刺激とかでクリーンの練習の延長として、やったりしてました。足を鍛えるっていう目的よりはそっちの体幹部とかクリーンの練習の意味合いの方が大きかったかなと思いました。セットの組み方ですけど、正直高回数はあんまりやんない方がいいと思います。でもちょっと乗せる位置、鎖骨、肩関節ですよね、ちょっとだけリスクありますね。やっぱこうずっと乗せてると痛いって人もいるし、でさっき加賀君言ったようにちょっとこうクラクラしてしまう、ちょっとめまいみたいになってそのまま我慢してると正直意識飛ぶ時があるので、そうするとこっちに落ちますね。後ろに落ちちゃうのでもう非常に危険です。意識飛んだ瞬間にこう崩れて後ろに行って、腰やったりなんかうまく落とせなくなっちゃうので、例えばもう10回とかやってたらもう本当に関節への負担が半端ないので、回数的にはもう、1、2、3ぐらい、多くて5っていう感じでやった方がいいかなと思います。で、その代わり今回数少ないので、ちょっとセット数で、5セット以上っていうところで、しっかりフォームを確認しながら負けてるところがないかとか、足の裏の、軸の感覚ですよねっていうのも確認しながらいきたいです。でちなみに軸は、バックスクワットで担ぐよりもやっぱ、もう見た目通りもう前重心なので、かかと重心に乗せてしまうとちょっと腰が反りがちになりますね。なのでもう、母子球、足の裏全体でいいので、しっかり胸を上げることで背中の筋肉も使いながら姿勢を維持すると。女性によくあるのがやっぱ背中の筋肉がまだちょっと弱くて、バックスクワットはちょっとうまくバランス取れないんだけど、フロントスクワットは結構うまくいくっていう人が多いので、結構そのバランスを取ることに関してはやりやすいのかなと思います。スクワットよりはやりやすさ、やっぱ前で扱ってるし、正直見える位置というか手のひらの感覚でちょっと扱いやすいところでやってるので、極端にバランス崩すことはないので、そんなに軸がどことは気にしなくていいかなと思うんですけど、とにかく股関節がかかととかかとの間にまっすぐ座り込んでいけるようなスクワットをやりましょう。あと一つ呼吸なんですけど、呼吸は正直本当に気道が圧迫されて頑張って呼吸しようとすると、結構ゼーゼー言ったりヒューヒュー言ったりする状況ですね。もう圧迫されてるので気道狭くなって音が出たりするんですけど、しっかり呼吸はしたいんですが、どうしても長く持ってるともう本当に酸欠状態になったりするので、僕の場合ですけど担ぐ前に1回も呼吸しますね、大きく。でこの呼吸のする動きでやっぱ胸が開くので、大きく呼吸するということはすごいいいことだと思います。大きく呼吸して胸が開いて、なんで上背部の形がしっかり整ったら、持ちますね。でこの間も息止めてます。で足をなるべく早めに揃えて、息止めたまま一発目いきます。でここで吐きます。でいけそうだったらもう一回息吸って
で、準備が担ぎ上げて準備がすぐに整ったらもうすぐに行った方がいいです。できたら呼吸止めて2発目いきます、で3発目やるときは呼吸しましょう。でやっぱ、呼吸ってすごいタイミングが難しくて、フロントスクワットの場合やっぱもうラックアップする前に呼吸したら、もう一発目はとにかく息止めて、行ってみて、多分一番そこが感覚がいいと思う。もう腹圧もかかってるし、でその中から肺をこう大きくすることで姿勢を整えて、もう中からしっかり姿勢を整えていける。動きの意識とかじゃなくて、内側から空気入れることで、膨らましてあげて、ちゃんと形結構意外とそっちの方が形崩れなかったりするので、息入れてあげたらそのまま抜けないように、呼吸しないように1発目いってあげると、余裕があったらそのまま2発目で、さすがに3発目はもう多分クラクラしちゃうので、2発にしておくか、3発目やるんだったらちょっと呼吸するかという感じです。で呼吸した時にだいぶこう胸が落ちたり肩が下がるので、そこで形崩れちゃったりするので、その呼吸してない時としてる時の違いっていうのがすごい分かると思う。おそらく呼吸しない方がいい形でできている場合が多いです。なので呼吸止めてできる範囲でセット組むとかでも全然大丈夫。で呼吸はラックアップする前にしてそのままというかもうラックアップする寸前に吸います。でもう真下に入ってもらって、でこの状態でもう肘も上げて、でここで吸います。で胸広げて止めてラックアップで2歩下がったらスクワット、抜けたらもう1回吸います。今のすごい楽でした。楽だった。さっき僕やってたの多分ここで吸ってここで止めてからこういっちゃいました、多分結構ラックアップした時点でも結構きついみたいな。本当に直前でいいと思うんですよ。で、呼吸を止めてスクワットするっていうことにちょっと慣れてほしいなって思います。経験則でしかないですけど、僕の場合ですけど、クリーンして立ち上がって僕はもう無呼吸で弱いきますね。っていうのはやっぱこの呼吸止めた状態で力入れフロントスクワットしてジャークするっていうのに、まず慣れてるってことの一つなんだけど、そうしておくとやっぱその体幹部が崩れないと。呼吸ふーって吐くまでは絶対に崩れることはないので、その状態でそのままディップしてジャークいけると本当にここ全くぐらつがないので、まずはフロントスクワットでちょっと無呼吸で、2、3回できるように練習する。そうするとクリーンした後のジャークにもつながってくる。であと膝の向きなんだけど、横から見た時、足幅狭くて膝が前に出てるタイプのスクワットだとやっぱお尻も後ろに出ますね。そうすると自然と前傾、すごい前傾しちゃう。で、ここが耐えられなくてまずここが崩れてしまうということがあるので、ちょっと膝ワイドに横に広げる感じですね。もう絶対絞んないようにしましょう。横に広げて胸張って、こういう形ですね。で、肘上げたり、とにかく上半身を立てた状態でスクワットできるように、しっかり可動域広げるっていうのがすごい大事です。そのために膝はワイドに。膝はそのためにワイドで、その目安なんですけど、例えば、よくあるのは壁に向かってつま先近づけてこういうスクワットあるじゃないですか。あれを実践してもらうと結構分かりやすいかなと思います。ちょっとやってみましょう。はい。こういう壁ですよね。壁に向かってつま先つけるとかなりきつくなるんですけど、最初は5センチぐらい開けて、でスクワット幅に開いたら、普通にまず座ってみると、膝が前に出てますよね。そしたら膝がもうぶつかりますね、壁に。でこういう状態だとお尻を後ろにこう引かなきゃならないので、前傾が強くなる。ちょっとだけ膝を外に逃がしてあげる状態だと壁にぶつからずに、手上げですね、スクワットができます。こういう状態ですよね。これちょっと試してもらって、どういう方向に座っていけばいいかなっていうのを、ちょっと自分で確かめてもらうのもいいかと思います。もうちょっと前かな。もうちょっと近づいて、もうちょっと近づいてもいいと思うので、そこから膝外。素晴らしいね。いや、きつい。結構きついです。結構きつい。これ難しいですね。
呼吸とあとは膝の動きですね。は直前。どうですか？でもかなり呼吸はやりやすくなりました、一発目の。やっぱラックアップする前に大きく吸った呼吸のままいくんで、体幹もすごい保ったまま安定した状態でできたような感じがします。はい、ということで、プロから教わるウェイトリフティング、今日は第3回目で、フロントスクワットを教わりました。まあ、あれだね、やっぱ加賀君みたいに、やっぱ体の柔軟性、関節の可動域のしっかり、そこを作っていく。まずはモビリティを高めていって。僕のそのクリアンドジャークの、目標は大体その130キロっていうところなんですけど、その130キロを上げる上で、今日フロントスクワットやってみて、大体140で今ストップさせたんですけど、大体どれくらい取れれば？あとプラス20キロぐらい頑張ってもらって、やっぱり160は欲しいかな。クリーンするときってデッドリフトで1回足使うんですよね。デッドリフトで足使って、でセカンドプルで足使います。でクリーンして、キャッチして立ち上がるときにまた足使って、でこの時にも3回足使って、でさらにディップしてドライブしてて、また足使うので、正直その30キロぐらい差がないと目標に対して、正直もう足の力使っちゃうのでなくなっちゃうので、一つのクリアンドジャークでもう 3,4 回足を使う、足の出力が必要な場面があるので、正直そんぐらいの余裕がないと安全にはいけないかなっていう感じです。はい、弱200キロ目指して頑張ってください。加賀君200キロですか？岡越えをしてください。岡越えですか？ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。締め難しいね。難しいですね。